日本の伝統的な飲み物の中で特に有名なのが抹茶です。抹茶は粉にした緑茶の一種で、昔からお茶会や和菓子と一緒に楽しまれています。最近では日本だけでなく世界中で人気があります。抹茶ラテや抹茶アイス、抹茶ケーキなど、いろいろな形で味わうことができます。抹茶は普通のお茶とは少し違います。茶葉をそのまま粉にして、お湯を加えて泡立てて飲みます。だから、茶葉のすべての栄養を取ることができます。香りも強く、味も濃いので、最初は少し苦く感じる人もいますが、慣れるととても深い味わいを楽しめます。抹茶の歴史はとても古く、1000年以上前に遡ります。中国から日本に伝わり、最初はお寺で修行しているお坊さんたちが飲んでいました。眠気を覚まして集中するために、抹茶はとても役に立ったそうです。その後、抹茶は日本の文化の一部になっていきました。特に茶道という日本の伝統文化では、抹茶が中心的な役割を持っています。茶道は、ただお茶を飲むだけではなく、心を落ち着け、相手を思いやる気持ちを大切にする行いです。一つ一つの動作に意味があり、とても静かで美しい時間が流れます。抹茶を作るには、まず天茶という茶葉を作ります。この葉を石臼でゆっくりひいて、細かい粉にします。時間がかかりますが、この作業が抹茶の滑らかさと香りを作るのです。職人の技と心が込められています。抹茶を飲むときに使う道具も特別です。まず茶碗というお茶の器、茶筅という竹でできた泡立て器、そして茶杓というスプーンのようなものがあります。これらの道具はすべて丁寧に作られており、使う人の心を落ち着かせます。抹茶を立てるときは、まずお湯を少し入れ、茶筅で泡を立てます。泡がきめ細かくなると、きれいな抹茶の香りが広がります。まるで自然の中にいるような静かな気持ちになります。これが抹茶を飲む楽しみの一つです。抹茶には健康にいい成分がたくさんあります。カテキンやビタミン C が豊富で、体を元気にしてくれます。集中力を高める効果もあるので、勉強や仕事の前に飲む人も多いです。リラックスしながらも、頭がすっきりする不思議な飲み物です。最近では、若い人たちの間でも抹茶が人気です。カフェでは抹茶ラテや抹茶フラペチーノなどがよく見られます。見た目も綺麗で、SNS に写真をアップする人も多いです。伝統的でありながら、今の時代にも合った飲み物ですね。京都の宇治は、特に抹茶で有名な場所です。宇治の抹茶は香りが良く、色も美しい緑色をしています。多くの観光客が宇治に行き、
本場の抹茶を味わいます。お土産として抹茶のお菓子やスイーツもとても人気があります。抹茶は日本の四季とともに楽しむこともできます。春には桜と一緒に、夏には冷たい抹茶ドリンク、秋には紅葉を見ながら、冬には温かい抹茶で心を温めます。一年中、違った表情で味わえるのが抹茶の魅力です。海外でも抹茶として有名になり、多くの人が健康のために飲んでいます。特にアメリカやヨーロッパではスーパーフードとして注目されています。お茶の時間を通して日本の文化を感じることができるのも抹茶の良いところです。抹茶の味は少し苦いですが、その中に甘さや旨味もあります。このバランスが日本人にとってとても大切です。人生のように苦い中にも美しさを見つける、そんな心を教えてくれるのかもしれません。茶道では抹茶を出す前に和敬静寂という言葉が大切にされています。意味は調和、敬意、清らかさ、静けさ。この4つの心を持つことで、茶道はただのお茶ではなく、心の修行になります。抹茶は自然とのつながりを感じることができる飲み物でもあります。お茶の色は木々の緑のようで、香りは森の中のようです。一口飲むと、まるで自然のエネルギーを体の中に取り入れるような気分になります。抹茶スイーツも人気があります。抹茶ケーキ、抹茶クッキー、抹茶プリンなど、どれも日本らしい味です。甘い中に少し苦味があって、大人の味わいです。外国の人にも抹茶味は特別なフレーバーとして愛されています。抹茶は昔からもてなしの心を表す飲み物でもあります。お客さんに抹茶を立てて出すことで、あなたを大切に思っていますという気持ちを伝えるのです。その心は今も日本人の生活の中に生きています。最近は抹茶を使ったアートも人気です。ラテアートのように泡の上に綺麗な模様を描く人もいます。伝統と現代のデザインが出会い、新しい楽しみ方が生まれています。これも日本文化の魅力の一つです。抹茶を飲むと自然と気持ちが落ち着きます。忙しい毎日の中でも少しの時間で心をリセットできるのです。そんな静かなひとときが人々にとって大切な癒しになっています。抹茶はただの飲み物ではなく、日本の心を表す文化です。一口飲むたびに歴史や自然、思いやりの心を感じることができます。だからこそ、今も昔も多くの人に愛され続けているのです。